こんにちは、ジリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドパンダからバッドパンダ、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。このチャンネルの動画はコインポスターの提供でお送りしております。コインポスターが主催するアジア最大級のブロックチェーン Web3 カンファレンス WebX が今年も日本で開催されます。開催日8月28日から29日、東京のザ・プリンスパークタワー東京で開催されます。今年は去年以上の規模で超ビッグフェスも来るとのことなので、Web3 ブロックチェーンに興味ある方は間違いなく楽しめると思います。先日のオードリー・タンの参戦に続いて、さらなるビッグゲストが来るという噂もありますね。なんとなく雰囲気知りたいという方は、去年の WebX 動画も期間限定で開放してますので、そちらもぜひ見てみてください。またこの WebX のチケットに関しては、概要欄のリンクから入っていただくと、通常価格よりも 20% オフで購入できるようになってますので、少しでも興味を持った方いらっしゃいましたら、ぜひリンクから飛んでみてください。あと、ここから通常通り海外の状況を見ていきますと、昨日の米国のビットコイン現物 ETF のフローは、全体でプラス 0.11 億ドルを記録しています。グレースケールがマイナス 0.11 億ドルで収まってますが、他もビビたる流入で若干のプラスとなっています。ほんのビビたるものですが、これで3日連続の純流入となってますね。一方、香港はプラス 9.6 枚、ドル換算ではプラス60万ドルほど、イーサーゼロとなっております。あと ETF 関連ではバンエックがソラナの現物 ETF の S1 フォームを申請したことが話題になっています。昨日の上昇は時間帯的にもこれが大きな要因とされてますね。上場先はシーバー、ビズ X が予定されています。やっぱりカナダの時と全然違いますよね。米国の動きは。市場全体に影響が出てます。またこのタイミングでマーケットメーカーの GSR は、ポジトークなのか、ソラナ ETF の実現の可能性についてのレポートを出して盛り上げてますね。ただ市場の目は結構冷めててですね、イーサリアムに関しては SEC が証券がどうかはっきり言及してなかったんで、まだ可能性があったんですけども、このソラナに関しては1年前に SEC がはっきりとですね、マティックなど他のアルトと合わせて、ソラナ未登録証券なのでダメですよと言及してるものなんですよね。なのでこの辺の判断が覆らない限り、承認は厳しいだろうと見られてます。リップル XRP の件もそうですけども、SEC は一度入ったものは訂正しない傾向にあるんで、現段階の短期的には盛り上がってますけども、冷静に見ると、長期的に期待するのは酷なのかなと、私個人的にも思ってます。イーサに関しては今回の大統領選の関係で泣く泣く、仕方なく承認したみたいな説もありますから、何にもない状態の他のアルト ETF の承認は、現時点では厳しいんじゃないかなと思いますよね。唯一期待できることとしたら、これからまた取り上げますけれども、大統領選でトランプが勝って政権交代となった時くらいですが、そういう展開になるまでアルト ETF に関しては長期的な過度な期待はしない方がいいんじゃないかなと思いましたね。ソラナのチャートは後ほどビットコインとまとめてみたいと思います。あとソラナ ETF の話題に隠れてますが、米国では新たにビットコイン先物と金ゴールドの先物を合わせた ETF、STKD ビットコイン&ゴールド ETF や仮想通貨関連企業に投資できる ETF、SSGA アクティブトラストの N1A フォームも申請されています。ビットコインと金の ETF に関しては、タイダルインベストメントと Quantify Chaos Advisors、仮想通貨関連企業などの ETF に関しては、ステートストリートバンクと Galaxy デジタルの提供となっています。これらの今後の進捗にも注目ですね。あと他では JP モルガンのアナリストが、マウントゴックスの債券者分配分の売り圧が7月から始まるだろうという見解を出したことや、Galaxy デジタルがイーサ ETF には5ヶ月で最大75億ドルの流入があるだろうという予測を出したことなどが話題になっています。こちらもその通りとなるのか注目ですね。ビットコインの価格は現在61,600ドルあたりを推移しております。昨日発表された注目指標の方では、米実質 GDP 第一四半期の確保値が前回改定値の 1.3% に対して結果は 1.4% と情報修正となりまして、米ドル高要因となっております。あと日本の方では連日話題になってた神田財務官の辞任が話題になってますね。ドル円では161円を突破しています。米国債金は 4.31 を推移しておりまして、ナスダックが 19,790、S&P500 が 5,500、ダウ平均が 39,160、金ゴールドが 2,323 ドル、日経平均が 39,650 円、ドル円が 160.9 円となっております。個別株の方では、マイニング企業のクリーンスパークが、同じくマイニング企業のグリードを1億 5,500 万ドルで買収と、クリーンスパークの株価はほぼ動いてませんけども、グリードの株価はここ数日上がってたんですが、1日でマイナス 47% と暴落してまして、ほぼ全元となっております。マイニング企業の買収騒動がより激しくなっている印象がありますね。あとデリバティブ市場の方では、これは昨日もお伝えしましたけども、デリビットのオプションの期限切れが本日日本時間17時頃となっております。
今日撮影が遅くなってしまったんで、公開された頃には終わってるかもしれないですけど、大きなボラが警戒されているので注意が必要ですね。ビットコインの先物の方では、OI は全体でプラス 1.2%、額としては316億ドル相当、比率としては全体ではショートが 52.9%、バイナス目はロングが 71.8% と下寄りになっています。今後の指標としては、本日6月28日に PPC、6月30日に中国の PMI、7月1日に各国の PMI、米 ISM 製造業景気指数などが控えております。市場全体も反発してまして、仮想通貨市場もソラナ ETF の単独ファンダで強くなってますが、ETF の流入も特に回復なくてですね、本日は米 PC も控えております。ビットコインのチャートだけ見たら、再度6万2000の攻防に向かってますが、ソラナ ETF のファンダの間接的な影響が大きいと思いますんで、これがどこまで続くのかですよね。早ければ今日中にしぼんでしまいそうな気もします。時間足では底値を右肩上がりに形成してますけども、上値も崩してます。オプションのカットオフ、米 PC 解消後ですね、どちらに向かうのか注目ですね。あとはソラナですね。ソラナの価格は現在144ドル、BTC 建てはプラス 5.7%、時価差価5位ですね。OI もプラス 8.5% と急増しています。昨日150ドルまで迫る勢いでしたが、現在調整に入っています。先ほどお伝えした通りですね、現段階で長期的に期待するのは少し厳しいのかなと思います。またブラックロックとかフィデリティとか、そういうファンドが続けば違うんでしょうけども、バイク一つだと少し心細い気がしますね。こちらも来週まで勢いが持つのか、その後の展開に注目ですね。あとはイーサ関連ですね。メガラブスが展開するメガイーサが2000万ドルの資金調達を発表しています。ドラゴンフライの指導で、参加者にはビタリックやコンセンセスの CEO、ジョセフ・ルービン、ゲンレイヤーのスリーラム・カナン、フラッシュボッツのハスなどが挙げられて話題になっています。このメガイーサは、ビタリックが2021年に書いたブログ、エンドゲームを参考に作られたもので、従来の EVM 互換チェーンが毎秒数百のトランザクション処理をするのに対して、このメガイーサは毎秒10万件の処理を目指しているとのことで注目を集めています。今後数ヶ月以内にテストネット稼働予定とのことですが、このメガイーサが次のトレンドとなるのか注目ですね。イーサの価格は現在3450ドル、BTC だっては 0.056 と昨日からさらに上がっております。先物の方では OI は全体でプラス 3.4%、額としては149億ドル相当、比率としては全体ではショートが 51.0%、バイナス目はロングが 72.4% と、こちらも下寄りになっています。現在市場ではソラナ ETF の話題で持ちきりですが、ETH の上場日も7月4日あたりが予測されてまして、そちらも着々と迫っております。ドル建てでも3400のコンボとなってますし、BTC 建てもちょうど抵抗あたりですね。こちらも本日の米 PC 後、どちらに傾くのか注目ですね。あと、ここからその他の動向になります。昨日からお伝えしてた米大統領選の討論会が行われまして、結局仮想通貨のことに関しては触れられなかったようです。バイデン陣やトランプ陣やともにですね、よくやったみたいな声も見受けられますけども、ネットのバズ投稿を見るとですね、戦争の死者数が隠蔽されているとか、いろいろあるんですが、話の内容とか、どっちが勝ったということよりもですね、やっぱりバイデンの老いに対してのコメントがよく目につくんですよね。実際に映像見ましたけど、バイデンがね、なかなか言葉が出てこないで、終始どもってる横でトランプが、何言ってんのこいつみたいな顔してるのも印象的でしたし、最後にね、アシスタントみたいな女性が、バイデンは全ての質問に答えてくれましたみたいな、称賛するような送り出し方するんですけども、帰りがですね、歩くのがやっとな感じで、こういう人にね、大国を任せていいのかみたいな意見が目立ってますね。あとこの討論会に向けて買われていた政治系ミームは、イベント消化の影響からか、軒並み落ちてます。まだ大統領選ありますけども、これらがまた吹く時が来るのかにも注目ですね。あとここからその他の動向になります。米最高裁が SEC やその他連邦規制当局の社内審判廃止の判決を下しています。これは私の解釈なので間違ってるかもしれないですけど、これまで SEC は2010年に制定されたドッドフランク法という法律を利用してですね、SEC 内部で証券詐欺と判断して民事訴訟を起こして仮想通貨業者に罰金を課すことができてたんですけども、これからは裁判所を通した通常の手順を踏まないと訴訟できなくなったと。なのでこれまでは SEC の勝手な言い分で罰金取ることができてたんですけど、今後は正当性がなければ訴訟が却下されることもあるんじゃないかと。SEC の権力がこれまでと比べるとだいぶ小さくなるんじゃないかなと思います。ソラナ ETF の話題のせいか、これはあんまり話題になってないんですけど、個人的にはすごい大きい出来事なのかなと思いますね。最高裁長官のロバーツ氏はですね、詐欺訴訟に直面している被告は
中立的な裁判官の前で同等の陪審によって裁かれる権利があるとコメントを残しています。これまで多額の罰金を払ってきた仮想通貨事業者は何だったんだって感じになると思いますけども、ブル相場に向けての布石がまた一つできたんじゃないかなと思いますよね。今後 SEC がどういう動きをしてくるのかにも注目です。あとはコインベース関連の話題が多く出てますね。コインベースが決済会社ストライプと提携しまして、ユーザーはコインベースウォレット内でストライプの法定通貨やクレカ、アップルペイで暗号資産を購入できるようになったと。またベースチェーンを利用しての送金も可能になるとのことです。ベーストークンは発行されてませんが、ベースの利用は拡大され続けてますね。あと結構前に AI 系の上位プロジェクト、FetchAI、Singularity、オーシャンプロトコルが合併して新たなプロジェクト、アーティフィカルスーパーインテリジェンスアリアンス、ASI を立ち上げることを取り上げましたけども、今回コインベースがその ASI をサポートしないことを発表しています。コインベースはですね、オーシャンと FetchAI が合併することを発表しましたが、コインベースはこれらの資産の移行を実行することはありませんと X に投稿しています。これすごいですよね。その FetchAI って時価総額29位ですし、Singularity、オーシャンも100位台ですから、これだけ名のあるところの合併なのに、コインベースはトークン移行してないって、なんかあるんじゃないかと思ってしまいますよね。市場全体は上昇傾向にあるんですが、この FetchAI、Singularity、オーシャンは3つとも大きく下落してます。やっぱり合併しない方が良かったんじゃないかなと思っちゃいますよね。各々がね、これだけ知名度ありますから、100位とかまで行ってるなら、そのままやればよかったのになんて思ってしまいますけど、ASI の挽回があるのかにも注目ですね。あとはこれもこのチャンネルでは去年の9月に取り上げましたけど、香港の取引所 JPX の詐欺事件の続報になります。JPX に関与した疑いで台湾の歌手ナインチェンが送検されています。報酬として32万ドル受け取ったとされてますが、このナインチェン自身は報酬以上の資金を JPX に投じて資産価値が 15% ほど減ったとされてますね。当時も関与していたインフルエンサーの逮捕とかで話題になってましたけど、知名度ある歌手の逮捕でまた話題になってますね。当時香港方面も誘致だのなんだので盛り上がってましたけども、この事件が起きてからあまり話題になれなくなった印象ありますね。香港 ETF も今まで盛り上がってませんけど、ここからの発展に期待したいですね。今日このところですかね、何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。